ほやっほ、イヤホン買ってるかい？ふぐみかんのイヤホンレビューの時間だよ。今回紹介するのは、シブガのハイブリッドイヤホン、SM1 だ。発売がちょっと前、ということもあって、数年前によく発売されていた、1万円周辺の手に取りやすい上級モデル、という印象なんだけど、もちろん、組み立て品質は2022年水準に追いついてるので心配なし。アルミニウム製の外装、MMCX によるリケーブル、そして、ハイブリッド型としては一番オーソドックスな、1BA1 ダイナミックドライバ構成、という組み合わせで、スペック的に目新しいところはないけれど、ノズル2種類によるチューニングギミックなども備えていて、可能性を感じる一台だ。詳しく見ていこうか。まずは外装から、1万円くらいの価格のハイブリッドイヤホン、2018年くらいまでは、時折とんでもない組み立て品質のものが混じっていた印象があるんだけど、もちろん、SM1 に関してはそんなことは全くない。接着剤が漏れてたり、塗料が明らかに欠けてたりとか、中学生の図画工作みたいな品質のイヤホンもあったからな。SM1 は、メッキ、MMCX の精度、チューニングノズルのネジの精度まで、全く問題なく利用することができるぞ。アルミニウム製の外装は、なだらかな曲線で作られていて、取り回しは良好。また、他のモデルに比べて小型で、長時間の装着にも、問題なく対応するぞ。耳が小さい人でも安心して選べるマルチドライバーイヤホンだ。ノズルの長さも適正。ノズル交換ギミックのおかげか、ノズルは若干長めになっていて、装着感はしっかりとしている。耳掛けも相まって、まずずれることはないな。シュアーの SE215 なんかに近い形状だけど、その中でも小柄な部類に入るので、装着感の良いイヤホンを探している人におすすめだ。シブガはマイクにこだわる。SM1 はリケーブル可能なので、マイク付きのケーブルと、マイクなしのケーブルの2つが付属するぞ。と言っても、MMCX はそう何度も趣味で頻繁にスポ交換することを前提にした端子ではないので、最初にマイクを使うか使わないかで判断するのがいいだろう。僕は通常のケーブルの方を選択したぞ。イヤーピースは3サイズ1セットのみが付属するけど、適度に硬質で、アルミの反応の良い本体の味を活かせるものになっている。形状があまり変わらないので、自分に適正なサイズか、1サイズ小さいものを選ぶようにしよう。付属の2本付属するケーブルのうち、マイク付きとマイクなしは表面の仕上がりが異なる。マイク付きの方は細く、滑り、取り回しやすい変素タイプ。マイクなしの方は、一本の大きな皮膜に覆われたタイプで、このうち、マイクありの方はかなり摩擦があり、タッチノイズが問題になりそう。このクラスのイヤホンをマイク付きの端子で使うことも少なさそうなので、個人的にはマイクなしのケーブルと最初から合わせてしまうことをお勧めするぞ。さらに、イヤホンを携帯するためのケースも付属。いくつかのブランドが採用している、しっかりとしたセミハードタイプの人工革製ポーチだ。中身について見ていこうか。SM1 はオーソドックスなハイブリッド型イヤホンで、その構成は、高音域、低音域のバランスの良い、8mm のダイナミックドライバーに、1台の高音域用と思われる BA が組み合わさったもの。若干本体のサイズが小さくまとまっているのは、この手のハイブリッド型でよく見かける、よりサブベースなどに強い、10mm の大型ダイナミックドライバーではなくて、一回り小さい 8mm が利用されてるからっぽいな。ネジ式の交換用ノズルは、内部フィルターが差別化されておらず、外観のサイズも変わらない。先日、内部にフィルターを仕込み忘れて、全部トレブルフィルターの仕様になってたイヤホンがあったんだけど、今回のものもそれかもと思ってビクビクしながらテストしたら、がっつり体感できるレベルで音の変わるフィルターだったので安心してほしい。ただ、本体が柔らかいアルミ合金なので、気を抜いて交換するとすぐネジ山を舐める。これはアルミ製外装のフィルターイヤホン共通の問題だけど、交換の時にはしっかり斜めに入らないように注意が必要だ。ちなみに、音色は、黒に近づくほど高音より、シルバーに近づくほど低音より、つまり、黒が高音特化、ガンメタルがバランス、シルバーが低音特化だ。この音質の差については、音質の方で話していこう。それじゃあお待ちかね、音質について話そうか。シブガ SM1 の音質は、標準のガンメタルフィルターの時、いかにも高音がはっきりと出る、1BA1 ダイナミックドライバーの魅力を最大限活かしたようなサウンド、高音はよく伸び、低音もよく伸びる、さらに、アルミ製の外装も手伝って、反応が良く、スピード感のある曲でもしっかりついていける。このレスポンスの良さは、ハイブリッド型に初めて触った時に感じた魅力を最大限引き出していて、好感を持てたぞ。8mm のダイナミックドライバーの低音表現力も十分。しっかりと沈み込むサブベースを持ち、十分に量感がある。ただし、KZ の ZSN Pro X のような、さらに低音を増強するようなギミックのあるイヤホンほど派手ではない。と言っても、サブベースの表現力は十分な部類で、しっかりインパクトがあるので、そこは安心して大丈夫だ。
中音域に関しては、くっきりと明瞭に、かつ、こちらも全体に反応が良い。基本的に音色が刺さるようなところもないんだけど、高音域を強調する一部の DAP だと、ちょっとやりすぎになっちゃう場合もある。と言っても、我が家の DAC/DAP 群だと、サバジ DA3 とヒビズス S1 Pro でしかこの感覚はなかった。自分が特別シャープな音を出すプレイヤーを使ってるという自覚がない人は、基本的に気にしなくていいと思うぞ。同じヒビズスの AP80 Pro X では、このボーカルがシャープすぎる印象は起きなかったし、全体に、アルミ外装とシングル BA ダイナミックドライバの構成から想像するイメージに準ずる、元気で抜けが良い。感触系の高音域が好きな人が求めてるキャラクターだ。ただ、全体の空気感をガン無視した強力なキャラクターだけどな。空間についても、抜けの良い高音域のおかげで適度に広く、また、定まった位置からクイックに音が響いている印象で、聴いていて気持ちがいい。KZ 系のサウンドが好きな人がそのまま上位にステップアップするとしたら、こんな音なんじゃないかな。ただし、かなり刺激的な部類の KZ 系だ。特に後半に発売された超マルチドライバ路線とはまた異なるので、その点は注意な。というわけで、全体的に見ると、ソリッドかつわかりやすく気持ち良い高音域、高質で明細な中音域、そして十分なサブベースを伴う低音域と、気持ち良い中華系ハイブリッドの見本みたいな音。そんなイヤホンは今までにもいくつかあるんだけど、そこにきちんと作られたフィルターギミックがついてくる機種となると、一気に選択肢は減る。おまけに、装着感も良い機種となると、あんまり思いつかないな。また、現在も安心して入手できる、という優位点もある。というわけで、ここからは、フィルターによる音の変化を見ていこう。一般的なこの手のフィルターのギミックというと、ノズル内に詰め物がされていて、そこで音を調整するんだけど、この詰め物の厚みや密度をいじくることで音質を変化させるものが多い。SM1 のフィルターノズルは、内部の変更を目視できない。おそらく、内部の直径などを少し変化させて音を変化させてるんだとは思うんだけど、先に言った、フィルターの目の粗さや厚みを変更して音を変化させる方法は、イヤホンのベストバランスに、膜を増やして調整しているようなもので、どうにも体感上、高音が無理やり丸められている感じがするフィルターが多いんだよな。それをしていない SM1 は、高音域が抑え込まれてる感じがしないので、より気持ちよくフィルターギミックを楽しむことができた。SM1 のフィルターは、ベーシック、トレブル、ベースの3種類。ここまで書いてきたレビューは、ベーシックのもの。トレブルでは、高音域の高質さを保ったまま、たっぷりとした質感の低音域が丸ごと取り除かれる。高音域を重点にしたサウンドや、ボーカル帯域のキレを楽しみたい人におすすめだ。正直、それほど変化しなさそうだな、と思いながら使ったので、かなり驚いた。低音域がほとんどないので、音を切り分けて分析的に聞くときにも便利そうだ。一方、低音域用のフィルターでは、低音が全体を包み込むほどの量感で鳴り始める。高音のソリッドさは失われるので、高音がハードすぎると感じた人にも、低音用フィルターがおすすめだ。ただ、この3つのバランス、どちらも SM1 のバランスフィルターから、何かの要素を切り捨てて、結果、高音か低音が引き立つようなバランスになっているので、SM1 の本来の実力が発揮されるのは、高低音がバランスよく出力される、バランスフィルターじゃないかと思う。ハイブリッドらしい気持ちよさを満喫したいなら、ノーマルフィルターがおすすめだ。高音、及び低音フィルターに関しては、十分に楽しめるものの、高音フィルターは高音よりのフル BA モデルに、低音フィルターはより攻撃的な低音を持つ大型ダイナミックドライバー機に軍配が上がる印象。とはいえ、遊べる機能には違いない。時折気分転換でフィルター交換をする、という時には、本当に大きく音色が変わるので、ぜひ試してみてほしいな。ただし、やっぱり持ち味が一番生きる。というか、高音フィルターと低音フィルターのうま味が両方発揮されるのは、やっぱりノーマルフィルターだと思う。というわけで、渋が SM1 は、比較的古いフォーマットの中華ハイブリッドイヤホンの美味しいところを、綺麗に表現したイヤホンで、その完成度も納得の出来だ。高音はソリッドで、かつわかりやすく明瞭。ボーカル帯域もソリッドで、気持ちよくキレの良い音が楽しめる。低音域にはある程度のインパクトがあって、かつ引き締まりが良いな。フィルターギミックは大きくキャラクターを変えてしまうもので、このイヤホンで遊ぶ時には最適。ただ、できればバランスフィルターが一番実力を発揮できる状態だと思うので、個人的にはバランスフィルターで聞いてみてほしい。形状も小型、軽量、装着感も角のないデザインと適正な角度、ノズル調でずっと使っていても苦にならない、優秀な一台だ。ノズルギミックも合わせると、不向きなジャンルはまずない。とはいえ、無個性なわけではなく、前述の通り、中華系ハイブリッドの特徴が全力で出てるぞ。
KZ の 1BA1 ダイナミックドライバのステップアップから、気持ちの良い1万円クラスをお探しの時にまで、取り回しも良く、遊び心のある1台だ。構成の堅実さから埋もれているように思うけど、いざ聞いてみると、求めている通りの音を出してくれる1台としておすすめできるぞ。と、こんなところだな。発売が比較的前なのもあって、正直期待値はあんまりだったんだけど、実際使ってみると、元気で取り回しにも優れる、インパクトのある音が好きな自分からすると、普段使いしたくなる素敵な1台だった。イヤホンって、本当に想像してなかったところに自分に相性の良い1台があるもんだよな。渋谷はここまでのところ外れがないので、今後も期待できそうだ。といったところで今回はここまで。毎日新作レビューは疲れるけど楽しい。